H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。番組へようこそ。皆さん、こんにちは。私はこれまでに多くの学校の怪談を披露してきたホストです。しかし、今日の話は先生自身にも起こり、最終的には学校が介入して対応することになりました。このストーリーは視聴者のようさんによって寄稿されたもので、番組の最後には、超自然教師という新しいユニットが登場します。以前は、提出用に聴衆の写真があり、教師は特に聴衆の写真を見て支援が必要かどうかを判断するように求められていました。では、先生の返答をご紹介します。先生は自分がこれまでにたくさんの超自然的な体験をしてきたことを語り始め、今日話そうとしている話は日常生活の中で起きたものであり、誰もが遭遇する機会があるかもしれない超自然的な出来事であると言いました。最初の話は夏休み中の出来事で、私は夏休みだったので毎日夜更かし、時には朝の5時まで起きていました。主催者は、主に彼が眠りにつくのを嫌がり、いつも先延ばしにしていたことが主な原因であると説明しました。この間、特に幽霊月間にはラジオを聞く習慣があった。当時、午前12時のラジオ番組は、身の毛がよだつほどの怪談を専門に扱っていました。りょうさんは、ラジオを聞いている時に突風を感じ、部屋の温度が急激に下がったと述べた。突然、彼女は部屋の中にぼんやりとした人影が現れ、そこにぼんやりとした人影が立っていることに気づきました。この経験はヤンさんを非常に怖がらせたので、ラジオ番組を止めようとしたが、動けなくなった。その時、彼女は目に見えない目が自分を見つめているのを感じ、全身が言いようのない恐怖に陥った。結局、りょうさんは極度の恐怖で気を失った。彼女が目を覚ますと朝になっており、すべてが正常に戻ったようでした。しかし、彼女はこの経験に深く影響を受け、答えを得ることを期待して番組に記事を投稿することにしました。プログラムはすぐに終了しましたが、そのストーリーは視聴者と教師の大きな関心を呼び、スーパーナチュラルティーチャー、ユニットはプログラムのハイライトとなりました。私はこの番組の忠実なリスナーであり、エピソードを見逃すことはありません。ある日、その番組を聞いた後、少し退屈を感じたので、リビングルームに行ってプレイステーションをプレイすることにしました。私の部屋からリビングルームまでのルートは、ドアを開けると右側に兄の部屋があり、そのまま進んでいくと、ダイニングルームを抜けてリビングルームにたどり着きます。当時まだ中学生だった兄はとても内気な子供で、寝るときはいつも常夜灯をつけていて、ドアを閉めようとはしませんでした。そのため、リビングルームに行くには、兄の部屋の明かりに頼らなければなりませんでした。部屋から出てみると、今夜の光はいつもよりずっと暗く、明らかに半分暗いことに気づきました。私は、電球が壊れそうだと思った。明日、兄に電球を交換してもらえるように言わなければ、そうしないと兄は眠れなくなるかもしれない。それからは何も考えずにそのまま続けてしまいました。ところが、ダイニングルームの前を通った時、ダイニングルームとリビングルームの境目に黒い人影が座っているのが見えました。彼は韓国の衣装ドラマに出てくる人のように片足を交差させ、もう片足を膝で曲げて座っていました。頭を下げて何かを深く考えているようだった。このシーンを見て私は立ち止まり、心の中に違和感を感じました。私は目がくらんでいるのではないかと思い始めましたが、黒い影の存在が私に予感を与え、何が起こったのか立ち止まって考えさせました。もしかしたら、この夜の静けさは私が思っていたものではなく、謎と未知の存在に満ちていたのかもしれない。何がすごいって、暗いシーンなのに、その暗い影の存在を感じられたんです。頭の中でためらいながらその場で固まってしまったのは、明るい部屋から出ていきなり暗い場所に来たから眩しかったのだろうか？明るい場所から突然暗闇に変わるのは正常な反応であり、誰もがそう感じるだろうと自分に言い聞かせました。目をこすってもう一度見ると、影がゆっくりと顔を上げて私の方向を見た。私が呆然とそこに立っている間、私たちは数秒間お互いを見つめました。
突然、黒い人影がゆっくりと立ち上がり、私に向かって歩き始めました。彼の身長は非常に高く、全身が非常にほっそりしていて、まるで身長8フィートの男性であるかのように見えました。怖くて数歩後ずさりして、どうしたらいいのか、どうすればいいのかを自分に問い続けました。その黒い人影の動きはどれも非常にゆっくりで、ゆっくりと頭を上げ、ゆっくりと立ち上がって、ゆっくりと歩いてきました。早く部屋に逃げた方がいいのか、心の中で迷い始めた。しかし、別の声が心に響き、私は躊躇した。まるで悪夢のようで、私は暗闇の中でこの未知の存在を、まるで超自然的な世界に入り込んだかのように見つめていました。私の心臓は高鳴り、これが単なる想像であって、現実ではないことを切実に望みました。しかし、視力のせいで逃げるのは愚かな行為ではないでしょうか？私は愕然とし、映画の中の主人公がその場で固まったのは監督の指示によるものではなく、現実にそのような状況に直面すると人は愚か者のように呆然としてしまうかもしれないことに突然気づきました。しかし、黒い影が一歩一歩近づいてきて、とても怖かったです。私はすぐに振り返って自分の部屋に走り、ドアに鍵をかけました。私はドアにもたれて独り言を言いながら状況を考えました。嫌目がくらんでいないとしたら一体誰なんだろう？幽霊なら鍵をかけても仕方ないよ。そこで束ねられたポスターを片手にテーブルの上にあったものを2つ掴みました。もう一方はカッターナイフを持ちます。よくよく考えてみると、そのような反応は少し愚かな気がします。私はドアのところに立っていましたが、影は入ってきませんでした。もしかして目がくらんでいるのは私なのでしょうか？いや、兄の部屋に行ったのかもしれないですよね。内心葛藤したが、兄のため勇気を出して飛び出した。ドアが開いても何もなく、兄の部屋の電気もいつものように明るくなった。私は混乱を感じましたが、すべては私の想像に過ぎなかったことがわかりました。私は信じられない気持ちで周囲を見回しましたが、なぜあの黒い人影が見えたのか、そして彼は跡形もなく消えてしまったのかと思いました。もしかしたらそれはただの悪夢だったのかもしれないが、本当の恐怖は私の心の中に残り続けた。兄の部屋の方を見ましたが、何も見えませんでした。心の中にはまだ恐怖が残っており、それがただの眩しさなのか、深く考える勇気もなかった。もうリビングに行ってゲームする勇気もなかったので、急いで部屋に戻ってドアに鍵をかけ、慌てて布団の下に隠れて眠りに落ちました。電気を消す勇気はなかったが、もし電気を消すと部屋に黒い影が現れるのではないかと怖かった。翌日、母が突然、財団のマスターを礼拝するのを忘れていて、日曜日に礼拝に来るつもりだと言いました。私はすぐに昨夜何が起こったのかを思い出し、すぐにその夜の経験を母に話しました。彼女は、これは地の主からの思い出であり、地の主が私たちが主を崇拝することを忘れていることを私たちに伝えたいのかもしれないことを示していると強く信じていました。ということで、その夜は鶏もも肉弁当と小さなお菓子を買って事前に別れを告げました。しかし、一般的な信念によれば、財団主はかなり背の低い存在であるべきではないかというのは少し奇妙ではありませんか？私が見ていたのは財団マスターなのか、それとも別の何かなのか、疑問でいっぱいでした。夏休みが終わりに近づくと、学校では歌のコンテストを含む創立記念日が開催されました。私の友人ザヤオクスーオンがこのコンテストに参加しました。創立記念大会は予選、準決勝などに分かれており、各日終了後はシャオシュアンと一緒に行動で楽しい時間を過ごします。この活動の間、私は昨夜の恐怖を紛らわせ、学校記念日の楽しい雰囲気を満喫し、歌うことで少しでも慰めを見つけられるように努めました。他のクラスの出場者の歌を聴きながら待っているうちに、番号が徐々にシャオシュアンに近づいてきて、シャオシュアンの緊張も徐々に高まっていきました。最後に、彼女はとても緊張しているのでトイレに行きたいと言いました。
そこで、私はザヤオクスウォンオと一緒に隣の建物の2階にトイレに行きました。私たちの学校は大きくないので、トイレはかなり近いです。男性トイレは隣のビルの1階にあり、女性トイレは2階にあります。小の木が女子トイレに入った後、私は彼女の緊張をほぐすためにわざと外で騒ぎを起こしました。シャオシュアンからと小声で叫びながらすべてのトイレのドアを押し開けドアが開く瞬間にわざとバタンと音を立ててまた閉めました。私は一番遠いドアからスタートして、徐々にペースを上げながらシャオシュアンに近づきました。彼女は緊張して言いました。メイ。怖がらないで。しかし彼女が緊張すればするほど私はもっと嬉しかったです。この面白い雰囲気がトイレ全体に浸透していました。一列のドアをすべて使い終えた後、私は効果音を立て続けながら反対方向のドアに走りました。シャオシュアンが出てくると、彼女は笑顔で私を叱り、とても怖いです。と言いました。その時、私たちは二人で笑いながらトイレから出ました。しかし、私たちが笑っていると、トイレから、シャオシュアンから、と女の子の声が聞こえてきました。私たちはその場で恐怖の叫び声を上げ、お互いに怯えた表情を交わしましたが、そのおかしな雰囲気が思いがけず、突然の恐怖体験につながりました。行動に戻ると、シャオシュアンがステージに上がって歌いましたが、私はいつも動揺していて、誰がトイレにいるのかと考えていました。明らかにすべてのトイレのドアを開けましたが、中には誰もいませんでした。この状況は本当にひどいです。シャオシュアンの試合が終わった後、私たちは学校を出て家に帰りました。翌日、学校でこの出来事をクラスに話し、みんなで話し合ったところ、たまたま通りかかった中国人の先生が何の話をしているのかと聞いてきました。私たちは遠慮せずに先生に全てを説明しました。中国語の先生は女性で、話を聞いた後、ドアンの試験中、試験の監督をしていて、急にトイレに行きたくなったので行きました。用が終わってから見ました、と話してくれました。トイレに戻ってみると上にトイレがあり煙が空中に浮かんでいるのが見えました。その時最初に思ったのは、誰かがこっそりタバコを吸っているのではないかということでした。彼女は少し言葉を止めてから続けた。それで私はトイレをノックしました。すぐにドアをノック、バンプ、クラスメート出てきて。中でタバコを吸っているのは知っています。彼女は少し怒ったようでした。でも誰もドアに出なかったので少し腹が立ちました。私はさらに3回ノックしました。バン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 、早く出てきた方がいいですよ。させないでください。学生部長に聞くのは醜いでしょう。結果まだ返事はありませんでした。先生は苦笑いしてこう続けた。後で生徒部長を見つけたんですが、もう一度ドアを開けたら中には誰もおらず、タバコを吸っている人もいませんでした。何か不思議な現象かもしれませんが、もしかしたら私がそうなのかもしれません。この話は私たち全員に不安を与え、トイレで起こる奇妙な出来事については常に謎がありました。トイレではまだ反応はなかったものの、上空に漂う煙は徐々に増えていきました。私は、この学生たちはとてもやんちゃなので、こんなにたくさんタバコを吸っている人は複数いるに違いない、と思いました。それで、私は首をかがめて、そこに何フィートあるかを見てみました。しかし、かがんでみると、足が全くなく、一本もありませんでした。迷ったのですが、もしかしたらトイレに溜まっていたのでしょうか？それでも、人が一人立てるくらいのスペースしかありません。私は立ち上がり、ドアを強くノックしました。バンバン。クラスメート出てきて。さもないとドアをノックします。と叫びましたがそれでも反応はありませんでした。そこで容赦なく本錠を回したのですが、ドアは全く閉まりませんでした。ドアを開けると誰もいないことに驚きました。では、私が見ていた煙は一体何だったのでしょうか？私は恐怖を感じてすぐにその場から逃げました。逃げる途中、ドアをノックする音が3回も聞こえました。バンバン。そして番組は超能力教師のユニットへ。私たちは事前に聴衆から写真を募集し、特に教師に写真を見てもらい、助けが必要かどうかを感じてもらいたいと考えました。
次に先生の対応を記載します。私たちは当初、先生に直接声をかけてもらうことを考えていましたが、その前にこの信じられないトイレ事件について話し合いを続け、私たちの心は説明のつかない驚きでいっぱいでした。しかし、先生は何もかも偶然だと思って説明しようとはしませんでした。彼は、運命的なことは自然に起こるものであり、意図的にそれを追求する必要はないと信じています。したがって、彼は皆に、礼を多くに感謝する代わりに、いいねを与えることと探索を続行しないことを呼びかけました。この態度は観客に少し無力感を与えますが、同時に超自然的な出来事に対する人々の好奇心をさらに高めます。次の投稿はダンディーオという名前の視聴者からのものです。彼は昨年、廃校一泊旅行に行ったが、旅行後から体調がおかしくなり、翌日高熱を出した。気分が悪くなったので、彼は友人に助けを求め、一緒に神殿に礼拝に行きました。夜の小旅行中に写真を撮り、写真の中から説明のつかない現象を発見しました。ダンディさんは、先生が疑問を解消してくれることを期待して、廃校だけでなく民をお化け屋敷にも行ったと言っていました。何か起こったのでしょうか？何か提案された方法はありますか？その後、司会者はこれらの超自然的な写真が3秒後に公開されると発表し、怖さを感じるかもしれない視聴者に、教師からのアドバイスがあるので、後ろに早送りするように注意を促しました。この答えが視聴者の疑問を解消し、超自然的な出来事についてより深く理解するのに役立つことを願っています。先生は、人は汚れた磁場に接触するたびに、ある程度のエネルギーが消費されると説明しました。彼は、タミオに行くときは、すでにある程度のエネルギーを費やしていると指摘しました。ですから、この学校に来て初めて実感しました。写真から判断すると、霊自体は無害で、あなたに危害を加えるつもりはありません。先生は、それが人間であろうという霊であろうと、真夜中に人々の集団が光を輝かせているのを見かけたら、必ず寄って見に来てください。なぜなら人間だけでなく幽霊もその興奮を愛するからです。と念を押しました。大好きです。特に若者が冒険に出るなら、まず心身の健康を増進すべきだとアドバイスした。帰宅後は磁場を浄化するために嵐お風呂に入ります。もちろん、そのような冒険はできれば避けるのが最善です。超自然教師の単元が終了した後、教師は再び全員に安全に注意するよう呼びかけ、全員に教師の言葉を聞くよう思い出させました。先生の言葉は敬重に値するが、誰もがかつては若かったのだから人生を楽しむべきだと結論付けた。彼は、これが全ての人の運命であると信じています。しかし、彼は安全を確保する必要があると繰り返した。番組はここで終了となりますので、視聴者の皆様にメッセージを残していただき、次回お会いできることを楽しみにお待ちしております。